こんにちは。絵を描いて暮らしています阿部義俊です。今回はトラベラーズノートと自己流のメモ術のおかげで書き物の習慣がやっと身について、人生がちょっと良くなったよという話をしてみようと思います。人生がというとちょっと大げさですけど、生活がなんていうかな、ちょっとその楽しさが増えたよって感じですかね。僕自身はなんていうか手帳をうまく使いこなすみたいなことに非常に若い頃から憧れを持っていて、それこそ20歳ぐらいの頃から定期的に手帳を買ってスケジュール管理をしようとか日記をつけてみようとか思い立っては結局うまくその使いこなせないで本当に三日坊主でほっぽり出してみたいなことを何十回も繰り返してきた人間で、どうしても書き物の習慣が身につかなくて、それがこのトラベラーズノートっていう手帳とその自分で考え出したってことを特別なことしてるわけじゃないですけど、吹き出しメモっていう漫画の吹き出しみたいな形で自分の思いついたことをポツポツと書いていくみたいなやり方で書き物の習慣が身について、今年の2月3月ぐらいに買ったんですけど、半年ぐらいずっと多分ほぼ毎日、何がしか手帳に書き物をしているっていう状態が、続いております。で完全に習慣になって、カバンに入れてどこにでも持ち歩いて、万年筆とかに興味を持ち始めたってこともあって荷物が猛烈に重くなってますけど、筆箱とこれをトラベラーズノートを持ち歩いて喫茶店とかでちょっとした書き物をするみたいなことが習慣になって、でそれが非常に自分の生活にとって大事な時間というか、楽しい時間になってくれて、やっと手帳を使うことができるようになったっていう、ところです。だからそこに至るまでのいきさつについてちょっと話をしようかなと思います。まず、なんで今まで自分がこの手帳を書くってことをうまく習慣化できなかったのかっていうと、一番の理由は身も蓋もないんですけど、書くことがそれほどなかったっていうことが非常に大きくて、一番大きなことはスケジュール管理だったんですけど、スケジュールに関して言うと僕自身はイラストレーターであり漫画家であり、そうするとスケジュール帳に細かく何時何分に何をするみたいなことをつけるような厳密なスケジュールみたいなものがなくてですね、大雑把にこの1週間ぐらいでこの絵を仕上げなきゃなとか、この漫画を今月中に仕上げなきゃなみたいな大雑把なスケジュールがあるだけで、本当はそこでもっとシステマティックに作業できる人であれば、ここから何月何日までに漫画であればネームをして、ここから何日間で下書きをしてペン入れをしてみたいなことをもっとシステマティックにできるようになると思うんですけど、できる人が多分週刊連載とかね、そういうことができるようになっていくんだと思うんですけど、僕自身はほとんどの作業を全部一人でやっているということもあって、最後の締め切りさえ守っていれば、その中間の間っていうのはある程度自由だったり、あるいは絵を描くときにとか物語を作るときに一番最初にある構想を練るというか、絵であれば構図を考えるとか、どんな絵にするのかを考える、漫画であればどんなお話にするかを考えるっていう、頭の中で一番ずっと考えてる時間がですね、一番スケジュールが読めなくて、実際に手を動かし始めちゃうとある程度上がりの時間っていうのは読めるんですよ。だけどいい構図を思いつくかどうかっていうのはちょっと何日かかるのかがちょっと分かんなかったりして、出だしの部分がその時間の読めない作業になってるせいで、実際にスケジュール帳で何かスケジュールを管理しようと思っても全くうまくいかなくてですね、それは正直言うと今でもトラベラーズノートを使っていてもそうなんですけど、最近で言うと一番最後は多分2014年ぐらいにほぼ日手帳を奥さんと一緒に買って、ちょっと手帳習慣をやってみようみたいなことを言って買い始めて、恥ずかしいことに本当に三日坊主で2日ぐらいしか、書いてなくて、そのまま手帳投げ出してしまって、それもだからほぼ日手帳の1日1ページみたいなこの書式っていうかフォーマットと、自分の書きたいことっていうか、自分の書き方みたいなものが全く噛み合わなくて、例えば何かあって1日書けない日ができちゃうと、ほぼ日の1日1ページ消費していくシステムだと、何も書けなかった日が1日できちゃうじゃないですか。そうするとそこを埋めないでまたその次のページに行っちゃうのが悪いような気がして、だけど例えば1日2日空いちゃうと、その前の日のことってもう覚えてなかったりとか、あるいは書く意味がなかったりするじゃないですか。そうなってくるとでも前のところ空いちゃってるしなみたいなことを思いながら先を書くのが嫌になっちゃったりとかして、でそれで一回途切れるとっていうか、三日坊主なんでもう初っ端から途切れたわけですけど、うまく習慣化することができなくて、投げ出してしまったりとか、あとは書き損じが嫌で、要するに手帳なのである程度記録として残したいみたいなことがあって書き始めてることで、自分の考え事のメモであれ、スケジュールであれ、日記的なものであれ、
例えばその万年筆とかボールペンとか何かちょっといいペンとかで書こうと思ったりすると、なんか書き間違えたりすると、なんかそれが残るじゃないですか。なんか当時の自分はなんかそれがちょっと嫌で、書くからにはなんか綺麗にこうおしゃれにかっこよくまとめたいみたいな気持ちがあって、でそれがうまく、できないまんま出だしの部分でつまずいてるというか、その手帳、初心者なわけじゃないですか。とたくさん失敗して書き方みたいなものを学んでいかなきゃいけないんだけど、なんか手帳って本番っていう感じがして、何かこううまく書けないと嫌だなって思ってるうちにずるずる日が過ぎて、さっきみたいに日が過ぎちゃうとその白紙のページができて、でそれが嫌になってやめちゃうみたいな感じで、なんか出だしの部分でなんか常にこれつまずいていた気がしますね。あとはもう一つはもうなんかかっこ悪い話で貧乏症なんですけど、ほぼ日みたいに書式の決まってないまっさらなノートだったらどうだろうと思って、モレスキンとかちょっといいノートみたいなのを買って、これに何かつけようと思ったりすると、なんかいい紙なんでちょっと何か内容のあるものを書かなきゃなって思ったり、要するにどうでもいい落書きとかなんかいたずら書きみたいなものを書くのはもったいなくて、それだったらその辺のいらないちょっとコピー用紙とかがなんかよく家に転がってたりするんで、なんかそんなものでいいやと思ってそっちについ書いてしまって、バラバラの紙なんですぐどっか行っちゃってみたいな感じで残らないし、いい加減なものを書いちゃうし、でモレスキンのまっさらな新しいノートを開いて何か書こうと思っても、なんか書くからにはちょっといいものを書かなきゃと思ってたりすると、敷居がどんどん高くなって、なんかハードルが上がってっちゃって、結局なんか書けなくて。モレスキンとかなんか限定版みたいなのが出た時に、なんかかっこいいなと思って、今度こそちょっと書こうかなと思って買ったみたいなことが結構5、6回あって、家にだから買ったっきり1ページも書いてないモレスキンが結構転がってるんですよね。もったいない話で、なんかそんなようなことで手帳に対して憧れがあって、で挫折してみたいなことをずっと繰り返してたわけですよ。でその中で何度か、1月2月ぐらい習慣化はできなかったけど書いていた時期があって、それはこういう穴が6個開いているシステム手帳で、これとかもっとちょっとちっちゃいタイプとか、あるいはプロッターとか、これのいいところは外しちゃえば書き損じがあってもページを外してその失敗したところを捨ててしまうことができて、で紙足りなくなったら新しく足せばよくて、なのでさっき言ったようななんかモレスキンとかで、うまく書けなかった、失敗したら嫌だなっていうか、なんかせっかくいい紙のノートなのに無意味なものを書くのなんかもったいないなみたいな気持ちがだいぶ抑えられて、ハードルが下がって、それで、このシステム手帳型のリフィルを刺すタイプのやつはちょっと続いた時期があったんですよね。でも結局書かなくなっちゃうのは、なんていうかノートとか手帳とか一冊使い切ったっていうなんか達成感みたいなものが結構大事で、バラバラのやつにはそれがないんですよね。なんかたくさん書いて結局気に入らなくて外してどっかやっちゃうみたいなことをやってるうちに使わなくなってしまって、落書き帳みたいな感じで、結構メモ書き的にいたずら書きをいっぱいした時期みたいなのがあったんですけど、でも結局それも続かなくなってしまって。というようなことがずっとあって、でそこでなんかこのトラベラーズノートで今は毎日何がしか書く習慣ができた大きな理由は、これがですね、トラベラーズノートってなんかおしゃれなこの手帳の形になっていて、実際はおしゃれな手帳であるわけなんですけど、これ実際にはこのペラペラの革のシート一つで真ん中にこのゴムのバンドがついていて、でこのゴムのバンドでこのバラバラのリフィルを止めてるだけなんですね。だから手帳にしてはものすごく、よく言えばシンプルだし、悪く言えば非常に雑というかいい加減な閉じ方のノートで、それがなんか僕にとってはなんかちょうどぴったりくる、要するにリフィルなんで一冊の形式になってるんだけど、一つのリフィルが数百円のものでそれなりにページ数があって、今でいうとだから僕は半年ぐらい使ってリフィルを多分6冊ぐらい消費したんですけど、だから月に1冊ぐらいリフィルを使い切ってる感じで、定期的に達成感があって、でかつ使い終わったら外しちゃうものなんで失敗を怖がらなくていいというか、いたずら書きというかあんまり意味のない落書き的なものでも書いちゃって構わないと思って書けるので、何冊かリフィルが分けられるので、自分としてはちょっとちゃんとしたものを書きたい、なんか水彩紙のいい紙のリフィルと、日常のメモ書きをしている吹き出しメモという形で日常のメモを取っている普通のリフィルのところと、あとジェスチャードローイングっていう最近始めた割とシンプルなスケッチの練習みたいなことをやる、今これは何だろうな、軽量紙を使ってるのかな、軽い紙の
ものと3冊のリフィルを入れていて、それでその用途によって使い分けてるみたいな感じで、なんというかそのうまく使い分けをしつつで1冊書き切ったぞっていう達成感を定期的に感じることができて、ちょうどいいんですよね。でもう一つやっぱ続いたのは、その自分の中で大きかったのは、この大したその書式ではないですけど、吹き出しメモっていう、見ての通り漫画の吹き出しみたいに誰にも見せないツイッターアカウントみたいな感じで思いついたことを吹き出しの形でポツポツと、つぶやいていくみたいな書き方で、これで日記をつけることもできるし、例えば今回のそのトラベラーズノートについて何を話そうかっていう、その YouTube の台本みたいなものもこんなところで話すトピックみたいなのを吹き出しでまとめて書いていくみたいな。これはだから例えば横系の引いてあるノートとか、よくあるドット方眼とか普通の方眼とかみたいに、その系が打ってあるところで学校のノートを取るみたいに書くのと何が違うのかっていうと、これは僕は字が下手っていうのもあるんだけど、吹き出しの形なんで、文字の間隔とか大きさとかいろんなものがごちゃっとしてしまってもあんま気にならないとか、書き損じが気にならないとか、あるいはその自分が手帳、さっきも言ったけど続かなかった大きな理由の一つとして、わざわざ手帳に書かなきゃいけないようなことを思いつかなくて書かなくなっちゃうみたいなことがあって、この吹き出しメモに関して言うと、まず最初にもうページ開いたら真ん中に丸を1個書いて、そこに日付とか今書いている場所とか時間とか、書こうと思ってるもちろん題材とタイトルとか、そんなようなことをまず最初に真ん中に書くっていう形で、例えば時間とかであれば迷う要素がないじゃないですか。時間って時計見てその時間とか日付とか書けばいいだけなんで、場所も今いる僕だったらここだったら仕事場とか書けばいいじゃないですか。何を書こうかって迷う前に書くことが決まってることがもうあるので、それを最初に書くわけですよ。それがすごく良くて、書くことが思いつかないのは書いてないからで、実際何でもいいから、これ絵とかもそうなんだけど、書き始めると手を動かし始めると、やるべきことを次々と思いついたりするんですよね。だから本当に吹き出しメモのいいところは、書くことを思いつかなかったらこれとかもよくこれやっちゃってますけど、思考が止まって何書こうかって迷ったら、この吹き出しと吹き出しの隙間を使ってちょっと人間の顔を描いてみたりとか、ただ線を引いてみたりとか、適当な落書きをして手を動かしてると次にやることなんとなく思いついたりするんですよ。手を動かさないでどうしようって考えてると、ずっとどうしようのところから先に進まないんですよね。作業興奮っていうらしいですけど、いろんな面倒くさいと思ってるようなこととかも始めてしまうと楽で、いつもうちの子供に言ってるんだけど、宿題をなかなか始めないんだから、一問でいいからちょっとやってみなって、そのノートを開くってだけでいいからやってみなって、もうそのノートに文字を一文字書くだけでいいから、とにかく手を動かしてごらんって。動かし始めちゃえばあと楽だからって。で実際宿題なんかも一問解いたらもう一問解くじゃないですか。でそのいつの間にか終わってるんですよ。絵を描く時とかも、だから今僕は構図とか出だしで悩むって言ってるんだけど、これも本当に良くない癖で、悩むんだったら書き始めちゃえばいいんですよ。書き始めてうまくいかなければ、どこでうまくいかないくてどこで自分の思考が詰まってるのかが分かるじゃないですか。でじゃあそこを直せばいいんで、手を動かさないで悩んでると、何に悩んでるのかが分かんないまま悩んでるんですよ。分かっているようでいて、だから進まないんですよ。吹き出しメモで良かったなと思うのは、多分最初に日付とかどうでもいいっていうか、頭使わないでとにかく手を動かすものがスタートにあるってことと、思考が詰まったら適当に手を動かす余白が常にあるってことで、書式自体はマインドマップみたいなものに近くて、中心から放射状に自分の考えていることとか、日記だったら朝から起きた出来事とかを順番に書いていくみたいな、ただそれだけのことで、だからこれが万人におすすめかっていうと、これ後から見返した時にちょっと一覧性が低いというか、何書いてあったのかを読むのに普通に一行一行書いてあるのに比べたらちょっと読むのが手間だったりするんで、その万能ではないんですけど、僕みたいに手が止まっちゃうというか、出だしでつまずくタイプの人は、こういう書式があらかじめ最初にもうページ開いたら強制的に手を動かす要素があるみたいなものとか、余白があって、そこがあるもう落書きをしていいとか、もうただぐるぐる丸を書くだけでもいいみたいな余白が、常に用意されてるみたいなのは、書き方としてすごく良かったんじゃないかなと思います。なのでそのトラベラーズノートのこの程よいラフさというかシンプルさみたいなものと、この吹き出しメモっていう書式のおかげで30年ぐらい手を出しては挫折してを繰り返していたその書き物の習慣っていうのが身について、で書き物の習慣が身についてみてすごくありがたいなと思ったのは、やっぱりずっと頭の中で考えてるだけに比べると、手を動かして自分が考えていることを紙の上に移し替えると、それだけで
気に病んでいることとか心配していることとか、あるいはそのなんかこれやらなきゃいけないんだよなと思いながらなかなか手を出せずにいることとかを一回頭の外に追い出すことができて、それだけ頭が軽くなるんですよね。でそれはもうなんかすごく強く感じていることで、僕のその、漫画とかイラストの仕事でいうとそんなにだから時間を厳密に決めなきゃいけないスケジュールはないものの、僕自身は本当にマルチタスクが本当に苦手な人間で、やること1個だけに絞れてる時はそれなりにパフォーマンス出せるんだけど、2つ以上のものが重なっちゃうと能力がその5分の1とか10分の1とかに下がっちゃうような感覚が自分でもあって、だから常に1個だけこれをやってるだけでいい、このことだけで頭の中をいっぱいにしておけばいいっていう状態にしておかないとなんか能力が出せない性格の人間で、そういう時に長らくずっとなんだろうな、その特に子供できてから常に頭の半分を育児というかその子供のことを考えることでなんか持ってかれちゃうんで、常にマルチタスクトリプルタスクみたいななんかこういくつものやらなきゃいけないことが重なる状態を脱することができなくなって大変だったんですけど、それがだいぶ緩和されて、やっぱイラストの仕事だけでも今でも同時に5つ6つ、同時進行にどうしてもなってしまって、でその中でやらなきゃいけないことをちょっとリストにしておいて、なんか紙に書いておくだけで頭からちょっと追い出すことができて、今日やるのはこれだけみたいな形で絞れるんですよね。なんかそれもありがたくて、今までもそのスマホのスケジューラーとかパソコンのデスクトップに MacOS のリマインダーみたいなアプリがあって、そこに、やらなきゃいけない仕事のリストを出しておいたりはしてるんだけど、なんかそれでアプリで管理するのよりもやっぱりなんか手帳に今日やることをそのリストにして書いておくとか、今日やるのはこれだけとか、あるいはこのやらなきゃいけないことはこれだけど今紙に書いておいたからこれ頭からちょっと追い出しちゃって大丈夫みたいな形で処理すると、なんかそのスマホとかでやってるよりもだいぶなんか僕の場合は、その頭の整理するのが楽になるというか、頭から追い出すのが楽になる、手で書いたから大丈夫っていう何かそれがあって、なんかそれがスマホで文字打ってるよりもなんか手帳に紙にリアルなものに書くっていうことのなんか強みかなと思ってます。なので、僕みたいにそのマルチタスクが苦手で、頭からその今日やること以外のものをちょっと追い出したいみたいな時には、手帳は結構おすすめかもしれません。あとはそのなんかいずれちょっと書き方の詳細な説明みたいなものをやろうかと思ってますけど、ただ説明するほど難しいことじゃなくて、さっき言ったみたいに吹き出しメモという、書き方があって、スタートで真ん中にこれはたまたま今日付書いてないですけど、だいたい上に日付を書いて時間を書いて場所を書いて、でこれから書こうと思っているもののタイトルを書いて、で丸を書いて、でそこから、自分の場合は最初に上に吹き出しを書いて、そこに最初のツイッターのツイートみたいな感じで頭に浮かんだことをポッと書いて、そこから思考を広げていくみたいな感じで、だいたい時計回りに回っていくみたいな感じで書き進めていくんですけど、そんなような書き方で書いていくと、さっき言ったみたいにちょっと思考が詰まった時にいたずら書きをする余白があったりとか、あるいはだからスタートでつまずかないというか、その書かなきゃいけない書式があるので、それを書いていくうちに手を動かすと、なんか最初にだからなんかちょっと手を動かすとなんか頭が回り始めるんですよね。なんか考えて書くんじゃなくて、書くから考えるようになるんだっていうことをなんか頭に入れといて、書式は自由でいいですけど、なんか手帳を使い始めてみるとなんかいいのかもしれません。僕は今までだから最初に言ったことですけど、ずっと続かなかったのはなんか書くことが思いつかないなみたいなところでやっぱり挫折していたのが大きくて、あるいはだから手帳のこの決まった書式の中にうまく自分の思考を入れることができなくて、でそれが僕の前だからこの吹き出しメモっていう書き方のせいで書式が自由になって、で書き損じみたいなものがもともとぐちゃっとしたフォーマットなんで、逆に書き損じが全く気にならなくてどんどん書いていけるみたいな、だからそのどんな書き方でもいいけど失敗を気にせずどんどん書いていける書き方みたいなものを自分の中で思いつく。カメラのバッテリーが切れてしまいました。僕で言えばこの吹き出しメモみたいに考える前に先に手を動かすっていう工程が入るようななんか書式で、吹き出しメモのいいところはだからそのもともとぐちゃっとした書き方なんで、書き損じとか失敗とかが全く気にならないんですよね。よくドット方眼とかあるいは横系の、手帳みたいなものに書き物をしていて、書いてて汚くなっちゃって嫌だなっていうのはなんか誤字脱字ももちろんそうなんだけど、書いて行を詰めて書いちゃった後で書き足すことがあったみたいになった時にそれをどこに
書いていかなくなって行と行の間にちっちゃい文字で書いてああみたいになったりするとなんか僕の中ではすごくなんかテンションが落ちてなんか手帳の書いたものとかやっぱりその後で読み返したいと思っていたりするんでなんか書式が汚くなるのがすごく嫌だった時期があってなんだろうななんか僕自身は多分だから性格的にはどっちかっていうと完璧主義的な、神経質な性格で完璧主義って大体うまくいかない性格で要するに完璧に条件が揃わないと始められないとか今言ったみたいになんか小さなつまずきがあっただけでちょっと投げ出したくなっちゃうみたいな、性格でその代わり多分職人的にコツコツと最後まで積み上げていくみたいな、長所もあってその長所の部分を残しつつ、僕の場合であれば例えばだから今のメモで言えばこの吹き出しメモみたいに最初から書式がぐちゃっとしているものであれば失敗が気にならないので。要するにもう最初からぐちゃぐちゃとした書き方じゃないですか。だからぐちゃぐちゃしちゃってもよくてさっきみたいに後からここに書き足しておきたいことがあったけど場所がないと思ったら吹き出しメモだったらちょっと離れたところに丸書いて書き足したいこと書いてなんか矢印でブッと引っ張っちゃえばそれでよかったりするんですよ。なんかそういう失敗の気にならない書き方を見つけたおかげで僕の中ではその自分のなんか神経質だからこそなんかこう最後ぐーっと詰めていけるこのコツコツと同じ作業を積み上げていけるみたいななんか長所を残しつつ完璧主義の欠点であるところの条件が揃わないと完璧じゃないと始められないとかあるいはちょっと失敗があるとそこで投げ出したくなっちゃうみたいなその欠点をうまくカバーできてだから僕の中ではこういうなんかちょっとごちゃごちゃとしたフォーマットの書き方がすごく性に合っていて絵もそうで僕はだからどっちかっていうとだから綺麗な線で整った画面を作りたいと思ってるんですよ。だけどそういう方向に行っちゃうとちょっと書き損じがあっただけで投げ出してしまったりあるいはその綺麗に書かなきゃっていう思いが強すぎて書き始められないみたいなすごくいいアイデアが思いつかないと書き始められないみたいな部分があってなんか子供の頃から確かに今急に思い出したけどそうで僕小学校の頃とか図工の時間とか絵を描くことがとにかく嫌いで嫌でそれは何でかっていうと何かすごくいいアイデアが思いつかないと書き始められないみたいなところがあって書き始めちゃえば書いたものを気に入っていってそれがいいアイデアに育っていったりするんですよね。だからとにかく手を動かせばいいんだけどいや完璧に条件が揃わないと始められないみたいなところがあって始められなかったんですよ。それは絵を始めてた後もずっとそういう時期が続いて、なんかいいアイデアが思いつかない。だからさっき言ったみたいに今もだからちょっとあるんだけどなんか構図とかアイデアを思いつく部分でめちゃくちゃに悩むんですよね。だから今言ったみたいにその手を動かしてしまいさえすれば描き始めちゃえば頭が回り始めて考えられるようになるんですよ。だから今もうよく絵を描き始める時に手が動かないなと思ったら何でもいいから本当にただ丸を描くだけとか、何でもいいから手を動かすんですよ。動かし始めちゃうと頭が回り始めて何か思いつくんで最初に失敗しちゃうとかね前のどっかの動画でも話したけど僕は東京芸術大学という大学を受験しましたけどその受験の時とかも今考えるとクソ度胸だなと思うけど、画面にもう取り返しがつかないぐらい強い筆圧でトンボの眼鏡水色眼鏡とかめちゃくちゃな落書きをしたんですよ。その文字を書いちゃってでそれを練り消しで消すところから書き始めて要するに失敗が怖くなって手が縮こまっちゃうのがその時は一番怖かったんでもう最初に失敗しとけばあとはもう失敗が怖くなくなるからっていうところから始めたりしてで今も絵を描く時に最初にちょっとデジタルの今アナログの話をしてるけどそのデジタルになってちょっと良かったところはステラ風みたいなものが描きやすくてクリップスタジオって絵を描くツールを起動して最初にやるのがもうステレイヤーを1個作っといてここはもう失敗ろくでもないことを描くレイヤーみたいな感じでぐちゃぐちゃっと描いてもうこのレイヤーはまあ本番の絵では使わないけどねみたいな感じで1個そういうものを用意しておくと手が動いてでそこからなんか思いついたりするんですよ。なので僕の中ではこの吹き出しメモっていうその失敗しても大丈夫みたいな書式のメモ術を思いついたことが手帳をなんかこう書かなきゃっていうことの敷居をハードルをすごい下げてくれてそれで毎日書けるようになったっていうこととこのトラベラーズノートのそのリフィルがこの1冊っていう形式になってるんでその1冊書き切ったぞっていうなんか達成感を定期的に感じることができてなおかつほどほどになんかそのリフィル自体はそんなに分厚くないしそんなにめちゃくちゃ高いもんでもないんで失敗してもいいやと思って書き始められたりとか
今だから僕リーフレ3冊ですけど4冊ぐらい多分入れることができて、そうなると安いページ数の多いクラフト紙のリフィルとかもあって、そういうのを1個入れておいて、ここはもうなんか失敗してもいい、どうでもいい、ことを書くページみたいな感じでなんか独立させちゃってもよくて、なんかそんなものを用意しておいて、そこにとりあえず1ページぐちゃぐちゃっとなんか書いて、手が動き始めてなんかこう温まってきたら、なんかちゃんとしたページになんかちゃんとした意味のあることを書くとかね、なんかいろんな書き方があると思うんだけど、まあそんな感じで程よいラフな作りになってるトラベラーズノートという手帳と、さっき言った吹き出しメモっていうなんか失敗しても大丈夫みたいな書式のメモ術と、まあ、あと最後にちょこっと言うと、だからジェスチャードローイングっていう、最近はこれをやっていて、ラインオブアクションっていう大雑把なその人間の動きを一本の線でぐわーっと書いといて、でそこからなんかスケッチをしていくみたいな書き方で、これもやっぱり最初にラフな線から入るんで、多分失敗があんまり怖くないんですよね。その最初に書くものは大雑把な動きから入っていくんで、書き損じたらどうしようの前にぐちょぐちょっていう線が、入るところから入ってるんで、僕の中ではそういうことが合わさって、やっと毎日手帳を書くみたいな習慣が身についてるんで、その結果として、さっき言ったみたいになんか頭の中の余計なものを紙の上に書き出すことで追い出すことができる、あるいはだからその一つになんかフォーカスすることができるようになって割と助かっています。あと単純に書くのが楽しいですということでした。なので、僕的には、プロッターも結構良くて、こっちはどっちかというとトラベラーズノートの方の吹き出しメモでやってるごちゃごちゃっとした日記を、こっちではバレットジャーナルっていう形式で時系列にある程度まとめています。バレットジャーナル自体はその未来のことを書く予定表みたいな書き方の書式なんだけど、僕はそれを終わったことの記録に使っています。予定表がだからなんかあんまりうまくいかないんで、今の課題としてはだからスケジュール管理をなんかもうちょっとうまくできるようになりたいですね。やっぱバレットジャーナルが一番楽だろうと思うんで、それをうまく活用していきたいなと思ってます。てなことで、手帳の習慣が身についてちょっと人生が良くなったよっていう話でした。で皆さんも個人的なおすすめとしては、だから僕みたいに書くことが思いつかなくて最初の一筆が書き出せないでずるずるとなんかその三日坊主になっちゃうみたいなタイプの人は、僕がやったみたいにとにかく最初にそれこそ丸書いて日付を書くみたいなところでもいいから、とにかく最初に、何書こうって考える前に手を動かす要素をなんかその自分の標準的な書き物のフォーマットの中に入れるっていうことと、なんだろうな、僕はだからトラベラーズノートが良かったのは、その程よく定期的に一冊リフィルを使い切ったぞっていうなんか達成感があるような、かつその失敗してもそんなに失敗しちゃったみたいにならないで済むようなちょっとラフな作りの、手帳がぴったりきました。こっちみたいにその六血でその失敗したものを取り出せるみたいな、ものが合う人もいるだろうし、好みは人それぞれだと思うんですけど、とりあえず僕の中ではトラベラーズノートがなんか非常に、自分に合ってましたということでした。なんかの参考になれば、幸いですということでした。ここは僕阿部義俊というそのイラストレーターであり漫画家であるその絵描きがいろんなことについて話をするチャンネルです。チャンネル登録いいねなどしていただけると助かります。あと YouTube からなんかすごくおすすめされてきたんで、メンバーシップっていうなんかやつをちょっと登録してみました。具体的にどういう形でそれをなんかやっていくのかについてちょっとまだ考えているところなんですけど、もし登録していただけるとすごく励みになります。基本的にはファンボックスとかをすでにやっているんで、ちょっとファンボックスと内容かぶっちゃうかもしれないですけど、だからどちらかでも入っていただけるとすごく励みになりますということでした。ありがとうございました。ではでは。